やっぱり、母さんもなんだかんだ言って孫が可愛いんだよ。だから入学祝いにこんな高いものを買ってくれたんだ。金の亡者で、嫁ビリが常習だったことから、没交渉になっていた義母。そんな義母が突然娘に高級ランドセルを送ってきた。夫はとても嬉しそうだ。ひょっとしてこの険悪な関係を改善したいのかもしれない。そう思いつつも、私は箱の中からランドセルを取り出した。ピンクのランドセルだ。早くちょうだい。娘が嬉しそうに声を上げる。次の瞬間、私はキッチンまでランドセルを持っていき、それをコンロで燃やした。火はすぐに燃え移り、ランドセルが端から溶け始める。ママ、何してるの？私のランドセル。おい、お前、なんてことを。悲鳴を上げる娘に慌てて駆け寄る夫。彼は急いで濡れタオルをランドセルにかけ、火を消した。母さんがわざわざ買ってくれたものを、一体なんてことしてくれたんだ。顔を真っ赤にして怒鳴りつける夫に、私は冷静な声で告げた。それ、中身見た？はあ？夫は眉を潜めてこちらを見ている。私は語気を強めてもう一度言った。いいから、それをちゃんと見てよ。私の名前は横田幸乃。34歳の既婚者で、今年6歳になった娘、ひまりを育てている。夫の真司とは少し変わった経緯で結ばれた。私はもともと大手企業で営業の仕事をしていたのだが、よく行く取引先で事務員をしていたのが、後に義母となる横田敦子だった。彼女は私が出向くたびにお茶を出してくれ、いつの間にか敦子さん、幸乃ちゃんと呼び合う仲になった。そしてある時、彼女にこう言われたのだ。ねえ、幸乃ちゃん、私の息子と会ってみない？女で一つで育てた自慢の息子なのよ。それがきっかけで、私は真司を紹介された。一流企業に勤める真司は、優しく女性慣れしていなかったが、そこがまた誠実さを感じさせ、私は彼を気に入った。その後、私たちはトントン拍子で交際に至り、お互い適齢期ということもあり、すぐに結婚を決めた。義母になる敦子さんもいい人だし、真司も申し分ない。きっと幸せになれるわ。その頃の私は、無邪気にもそんなことを考えていたが、違和感を覚え始めたのは、結婚から3ヶ月が経ってからのことだった。私たち夫婦は、互いの小遣いを除いた給料を、すべて教養口座に入れていた。そこから生活費を出したり、貯金をしていこうという話になったのだ。私はその通りにしていたのだが、真司の入れる分が毎月15万円しかない。彼の勤め先を考えれば倍以上はもらっていると思うのだが、不信感を抱いた私は真司にそれとなく聞いてみることにした。ねえ真司、毎月入れるお給料の額が少なすぎない？もしかして私に内緒の借金でもあるの？いや、借金じゃない。母さんに毎月20万円渡す約束をしてるから。え？真司の話はこうだった。彼が就職してからというもの、義母は毎月20万を自分によこすよう申し付けたのだという。真司も当時は実家で暮らしていたので、生活費の代わりと思って払い続けてきたらしい。結婚してからもそれは続いているとのことだった。え？そんなのおかしいわよ。お母さんにお金を借りてるわけじゃないんでしょ？それはそうだけど。それにもう真司は結婚して私と暮らしてるじゃない。生活費だって必要ないでしょ？それはそうだけど、母さんもいろいろ入りようなんだよ。真司は幼い頃に父親を亡くしており、女で一つで育てられた。それもあり、二人の絆は強い。これは結婚後に聞いたのだが、真司は結婚して家を出るまで、何から何まで義母に選んだもらったものを着ていたという。昼は昼で、
義母の手作り弁当を食べていたそうだ。親の言うことには反発できず、何でも義母の言うことを聞いていたらしい。つまりシンジはかなりのマザコンだったのだ。私はその話に少し引いてしまった。一方でこうも思っていた。両親の揃っている私には想像できない関係性があるのだろうし、結婚後に少しずつ変わってくれればいいと。思い返せば、義母はいつもお金のかかった派手な格好をしていた。それがまさかシンジの給料から出ていたなんて。結局シンジが今まで通りにしたいというので、しばらくの間毎月20万の義母への小遣いに目をつむっていた。私もまた十分な収入があったし、当面はそれでやりくりできたからだ。しかしそれも長くは続かなかった。私の妊娠が判明したからだ。子供好きなシンジは大喜びし、私の体を気遣ってくれた。義母の問題を除けば、シンジはもともととてもいい人なのだ。ああ、雪乃、俺嬉しいよ。男の子かな、女の子かな。シンジったら気が早いわよ。それよりお願いがあるの。お願いって？お母さんにお金を渡すのをやめてほしいの。私も妊娠出産で働けなくなるし、子育てはお金がいくらあっても足りないもの。そっか。そこでシンジはハッとした表情になり、少し考え込んでから言った。そうだよな。俺たちは子育てしなきゃならないもんな。わかった。母さんに金を渡さず、全額家に入れることにするよ。そうして、シンジはその月から、給料の全額を家計に入れるようになった。それからしばらく後、義母が突然我が家を訪れた。雪乃ちゃん、元気？今日はシンジちゃんに話があってきたの。ニコニコと笑う義母。結婚前は親切で人懐っこい人だと思っていたが、今はなんだか不気味に思える。ああ、母さん、どうしたんだ？どうしたんだって。ほら、シンジちゃん、今月の分忘れてない？義母は笑顔でシンジに手を差し出したが、彼はバッサリと答えた。ああ、悪い。今月から母さんにお金を渡せない。え？何言ってるのよ。雪乃が妊娠したんだ。これからは子育てに金がかかるだろう。毎月20万なんてとても出せないよ。私の妊娠を義母に告げるのはこの日が初めてだ。てっきり喜んでくれると思っていたが、義母の反応は予想だにしないものだった。そんなの関係ないでしょ。お金をちゃんとちょうだいよ。母さん、これまでずっとくれてたのになんでよ。もらえないと困るのよ。だから子育てに金がかかるんだって。じゃあ15万でいいわ。早く振り込んでちょうだい。二人のやりとりに私は慌てて口を挟んだ。お母さん、私も妊娠出産で働けなくなるんです。お母さんにお渡しできるお金なんてないんですよ。うるさい。これはあんたの入れ知恵ね。義母は突然顔色を変え、私を睨みつけた。その勢いに驚き、私は固まってしまった。これまでシンジちゃんは私の言うことをちゃんと聞いてきたの。急にこんなことを言い出すなんて、あんたと結婚したからに決まってるわ。母さん、あんたたちお互い大企業勤めなんでしょ？親の私にもっとくれてもいいじゃない。20万すら渡せないってどういうこと？まくし立てる義母は、結婚前の優しいあすこさんとはまるで別人だった。お金のことになると、こうも人が変わるなんて、驚きながらも私は言い返した。お母さんもまだ働いてらっしゃるじゃないですか。そんなの関係ないわよ。もういい。とりあえず今あるお金をちょうだいよ。母さん何を言い出すんだ？今財布に入ってるお金を出してと言ってるの。もらうまで帰りませんからね。義母の剣幕に折れたシンジは、自分の財布から2万円を取り出し、義母に渡した。私は呆然とそれを見ていたが、
今度は義母が私に手を差し出した。ほら、あんたも。私も？シンジもどうすればいいかわからないという様子だった。私はお金など渡したくなかったが、一刻も早く義母に帰ってほしい一心で、つい財布を取り出していた。震える手で3万円を差し出すと、義母は無言でそれをひっつかみ、自分の財布に入れた。ほんと、親への感謝が足りないんだから。シンジちゃんがこんな風に変わるなんて信じられないわ。お母さん。あんたは黙ってて。今日はもう帰るけど、私はあんたを許しませんからね。義母は立ち上がり、さっさと帰ってしまった。残された私とシンジは、しばらく呆然と立ち尽くしていた。雪乃、ごめん、母さんが。シンジから謝られたが、私は返事もできずに自分の部屋にこもってしまった。それからしばらくは、義母からシンジにお金を渡すよう催促があったらしい。だがシンジは断固として断り続けたという。シンジの態度が変わらないと悟ったのか、次第に義母からの催促はなくなった。そんな折、私は無事に娘を出産したのである。私たちは娘にひまりと名付け、協力して育児をした。シンジは素晴らしいイクメンっぷりを発揮し、ひまりを心底愛してくれた。義母からは、お祝いはおろか、おめでとうの言葉さえなかった。ひまりを店に行った時も、ああ、そう、生まれたのと、興味なさげに言うだけで、抱こうともしなかった。ひまりにとって、義母はおばあちゃんだ。できれば可愛がってほしかったが、それは難しそうだ。私たちは、義母と少し距離を取りながら暮らしていた。ひまりが1歳半になった頃、私は仕事に復帰した。しかし、社内の雰囲気がどこかおかしい。私を見てひそひそと噂話をし、腫れ物に触るような扱いをするのだ。そんな折、仲のいい同期が私に耳打ちした。雪乃、あんた鬼嫁だって噂が流れてるわよ。噂の出所を調べてみると、やはり義母の仕業だった。私の後任である営業担当に、義母は涙ながらにあることないこと吹き込んだらしい。そこから噂が広まったというわけだ。すかさず訂正したが無駄だった。社内の者はみんな、被害者ぶった義母の話を信じてしまっている。私は会社で言いづらい思いをすることとなってしまった。シンジにこの件を話し、彼から義母に注意してもらったが、義母は、だって本当のことだもの、と、どこ吹く風だ。この件をきっかけに、義母とできるだけ関わらないようにしようと決めた。シンジは隠れて会っていたようだが、私は数年間、義母と一度も会わなかった。月日は流れ、ひまりも6歳になった。もうすぐ小学校に入学する。義母と没交渉の日々が続いていたある日、義母から突然大きな荷物が届いた。これ母さんからだ。急にどうしたんだろう。段ボールの送り状を見ると、ランドセルと書いてある。お母さんが娘にランドセルを？段ボールを開けると、高級ブランドのランドセルが入っていた。シンジがパッと明るい表情で告げる。やっぱり、母さんもなんだかんだ言ってひまりが可愛いんだよ。だから入学祝いにこんな高いものを買ってくれたんだ。ひまりのランドセル？見たい見たい。ひまりもまた、声を弾ませて箱の中を覗き込む。険悪なこの関係を改善したいと思ったのかもしれない。そう思いつつ、私は箱からランドセルを取り出した。わあ、ピンクのランドセルだ。早くひまりにちょうだい。ひまりが嬉しそうに声を上げる。次の瞬間、私はキッチンまでランドセルを持って行き、それをコンロで燃やした。火はすぐに燃え移り、ランドセルが端から溶け始める。ママ、何してるの？ひまりのランドセルだよ。おい、お前なんてことを。悲鳴を上げるひまりと、
慌てて駆け寄るシンジ。夫は急いで濡れタオルをランドセルにかけ、火を消した。母さんがわざわざひまりのために買ったものを一体なんてことしてくれたんだ。顔を真っ赤にして怒鳴るシンジに、私は冷静な声で告げた。それ、中身見た？はあ？シンジは眉を潜めてこちらを見ている。私は語気を強めて再び言った。いいから、それをちゃんと見てよ。一体なんだって言うんだ。シンジが小さな声を上げる。その瞬間、彼の指先から一筋の血が伝った。なんだ？そのランドセル、肩のところに刃物が仕込まれてるわよ。そう、キバが送ってきたランドセルの肩パッド部分には、カッターの刃のようなものが仕込まれていた。そのままひまりが背負っていれば、怪我をしていたのは間違いない。なんでこんなところに刃物が？それに、ランドセルの中をちゃんと見て。シンジが恐る恐るランドセルの蓋を開ける。続けて彼は絶句した。ランドセルの蓋の裏には、マジックでびっしりと罵倒の言葉が殴り書きされていたのだ。ブス、バカ、貧乏人クソガキ。そんな汚い言葉が並んでいる。私は怒りで頭が沸騰しそうだった。私に嫌がらせするならまだしも、小さな娘の心身を傷つけようとするなんて。こんなの、ひまりが見たらどう思うのよ。燃やすことしかできないでしょ。ひまりを抱きしめ、私は涙ながらに叫んだ。半分燃えたランドセルを手に、シンジはうつむいている。ちょっとシンジ、何か言ったら？その瞬間、彼はランドセルを置き玄関へ向かった。ちょっと、シンジ！今から母さんのところに行ってくる。ちょっと待って、私も行くわ。私はひまりを自分の両親に預けると、シンジと二人で義母の家へ向かったのだった。急に来た私たちに、義母は驚いた様子だった。ちょっと、突然どうしたのよ。母さん、あのランドセルはどういうつもりだ？静かに尋ねるシンジに、義母は笑った。どういうつもりって、入学祝いだけど。ふざけないで！私は思わず叫んでいた。肩に刃物を仕込んで、汚い言葉を書き込んで、あれが入学祝いですって？なんだ、もう気づいたの。あのガキ泣いた？泣くとこ見たかったのに。平然とそんなことを言う義母を、私は信じられない思いで見た。お母さん、あなた今何と言ったんですか？私はね、あのガキが気に食わないのよ。あいつができなければ、シンジちゃんは今でも私に毎月20万円くれたのに、今もらってる5万じゃ、とても足りないのよね。私は驚いてシンジを見た。まさか、まだ義母にお金を渡していたなんて。シンジは唇を噛んで悔しそうな顔をしている。すると義母は私を指さして続けた。だいたいあんたが全ての元凶なのよ。くれるお金が増えると思って結婚させたのに、増えるどころか減るなんて。まだそんなことを。お前のような鬼嫁は早くガキを連れて出て行け。シンジちゃんを私に返せ。次の瞬間、それまで黙っていたシンジが叫んだ。それ以上言うな。黙れ。不思議そうな顔でシンジを見る義母とは対照的に、シンジは顔を真っ赤にして震えている。これまで、せめて雪乃とひまりには危害を加えないようにと思って、毎月金を渡してたのに、俺の大切な娘に、あんたはなんてことをしてくれたんだ。シンジちゃん？ひまりがあのランドセルを見たら、どれだけ傷ついたか、もし背負っていたらどんな目に遭っていたか、
想像するだけで怒りでどうにかなりそうだよ。何言ってるのよ、シンジちゃん。あんなガキより母親の私を愛すべきでしょ。ふざけるな、気色悪い。あんたよりひまりの方が大切に決まってるだろう。シンジの言葉に義母はショックを受けたようだった。ああ、この人は今までシンジが本気で私やひまりより自分を愛していると思っていたのか。私は背筋が凍るような思いで義母を見ていた。義母が真っ青になってつぶやく。シンジちゃん、嘘でしょ。俺の家族は雪乃とひまりだけだ。もうあんたなんか家族じゃない。今日限りであんたとは絶縁する。二度と顔も見たくない。そんなこと言わないで。シンジちゃん、お願いよ。雪乃ちゃん、あなたもシンジちゃんに考え直すように言ってよ。義母は涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった顔で私にすがりついてきた。私はそれを振り払いこう言い放った。私はあなたを許しません。もう二度と私たちに関わらないでください。そんな、やめて。私を見捨てないで。雪乃、行こう。シンジが私の手を引き、私たちは叫ぶ義母を残し、その場を後にしたのだった。その後、義母とシンジは本当に絶縁し、私たちは義母の知らない場所へと引っ越した。最初はしつこく義母から連絡が来ていたが、シンジが着信拒否してからはそれもなくなった。これは聞いた話だが、義母は陰でブランド物を買い漁っていたらしい。それを身につけた時のみんなの称賛が忘れられず、見栄と欲でブランド物に金をつぎ込んでいたのだとか。義母は私たちがお金を渡さなくなってからも生活水準を落とすことができず、数年前から会社の金に手をつけていたらしい。それが明るみに出て、ついに逮捕されてしまったという。業務上横領罪で懲役刑になり、今彼女は塀の中だ。もちろん、私たちは一度も会いに行っていない。金の亡者になり、私たちの大切な娘にまで危害を加えようとした義母。彼女は家族と贅沢な暮らしを失い、犯罪者となってしまった。すべてを失った彼女が今何を思うのか、私には知る由もない。義母が逮捕されたことで、社内での鬼嫁の誤解も解け、なんとか元通りになることができた。ひまりにはピンク色のランドセルを新たに買ってあげた。彼女はそれを嬉しそうに背負い、毎日楽しそうに小学校に通っている。これからは大切な家族と一緒に平和な日々を過ごしていきたい。今願うのはそれだけだ。